上村愛子種子島の旅、島の北部西之表市へ。冬の美味しい名物があるそうです。よいしょ。こんにちは。ようこそいらっしゃいました。どうも。はい、はじめまして。よろしくお願いします。はい、失礼いたします。あー、すごい。こちらはですね、朝日ガニ、はい、すごいですよね。種子島に来たら絶対食べてもらいたい一品。カニですか？そうです。全国的に水揚げが少ない朝日ガニですが、種子島近海の暖かい砂地で採れるごちそうなんです。これね、ダイナミックに食べていただいた方がいいんですよ。なるほど。ダイナミックっていうと、もう思いっきりですよね。思いっきりいってみましょうか。よいしょ。上手、ダイナミック、いいですよ。取れました、取れました。ぐっと、そのように、いい。カニ味噌入ってるとこいただきます。うまいですね。美味しいですよね。ごめんなさい、私うまいなと言っちゃいましたけれども、美味しい。甘い。磯臭さみたいなものも全くないですね。この美味しさだけを感じるってあんまりないかもしれない。そうですね。このちょうど甲羅の部分ですよね。わ、お味噌がたっぷりじゃないですか。ものすごく入ってます。これをちょっとまた食べてみましょうか。せっかく島に来ましたので、これ種子島の焼酎でちょっと飲んでいただこうなと思ってですね。島の芋焼酎でいただきます。これいただいちゃっていいんですか？はい。あ、美味しい。ものすごく美味しいですね。めっちゃ可愛い。これは美味しい。ちょっと想像を超えてますね。焼酎がすごく合いますね。わお。美味しいですね。この島っていうのは海の幸、山の幸、もうこれ本当に美味しいものがたくさんあるんですよ。帰る頃にはこの島の虜になられると思います。なるほど。もうそれぐらいいい島だと思うんですよ。海の幸を堪能した後は山の幸を求めて島の東側へ。これサトウキビだ。背が高い。私迷路になっちゃいますね、この中入ったら。こんにちは。こんにちは。わ、すごい。今あれですか、刈り入れっていうんですか？はい、サトウキビ収穫してます。収穫。はい。すごい。サトウキビは冬に収穫するんですって。完熟した、サトウキビを黒糖にするために今手作業で。お邪魔します。矢吹さんは機械を使わず一本一本手作業で収穫しています。ポンと倒します。はい。ここもポンと。あれですね。巻き終わる要領ですね。そうです。じゃあ行きます。もう一回行きましょうか。はい。大丈夫です。ということは一回で倒した方がいい。そう、一回で倒した方が。お、いいですね。はい、もう思い切りよく。思い切りよく行きましょう。よいしょ。ちょっと。おりゃ。これ甘さも重要で、完熟してるところで取るんですけど、この皮が取れるところがもう完熟してますよっていうサインです。手作業で行うことで糖度の高い部分を見極められます。これいってみましょう。はい。取れる。これはもう取れないかな。本当ですね。ってことはここ？ここで、はい。走っていきましょう。せーの。気持ちよく。はい。おお。じゃあそれをください。はい。こちらに来てきますよ。絞りたてをいただけることに。汁が下に出てくる。たまるはずです。本当だ、出てきてる。でも端からもちょっと押し出されて出てきてる。この水はね、甘くないんですよ。どういうわけか。本当だ。でしょ。はい。ただのサトウキビの水分。なんでなんですか。誰か教えてください。こちら。贅沢。すごい。色が。こんな濃い色なんですね。お茶のような。はい。わあ、すごい。美味しい。めちゃくちゃ美味しいですね。美味しいですよね。
わあ、美味しい。これは好評ですよ。はい。これ夏に飲みやすいでしょ。ね、すごく良さそうですね。さっぱりして。で有機栽培で始めたんですよね。そのサトウキビ自体が大地にあるミネラルを吸い上げるんですよ。でここ海が近いんで、ね、すぐ潮風で海の水が飛んでくるんですよ。種子島は隣の屋久島に比べて平地が多く、最も高いところで標高282メートル。風が強く、海のミネラルが土と混ざり、美味しい農作物が取れるそうです。早朝から1日がかりで黒糖を作っているというので工場へ。わあ、おはようございます。わあ、すごい、海のそばですぐ真横で。よろしくお願いします。わあ、すごい。はい。おお、熱い。わあ、すごい。ガツガツしてる。はい。サトウキビの搾り汁から水分を飛ばして作ります。この工房のこだわりは3段の上り窯。昔ながらの製法です。1段目は直火の高温。水分を一気に飛ばし、これが2段目、これが3段目。火元からの距離で窯の温度は変わり、飛ばす水分量を絶妙に調整できます。棟梁が火の入れ具合を見て固めるために石灰を入れます。ちょっとかき混ぜて、じゃあちょっと。はいはいはい。わあ、すごい。まだ泡の状態なんで軽いから、これがだんだんまず蒸気が上がって飴の状態になったらちょっと重くなる。もうこうやって見えない時が多いんで、あとはこの音とか、泡の音だったり。確かにすごいグツグツ言ってますね。そうそうそう。うわ、すごい、何も見えない。湯気が肌にすごくいい。この湯気がツヤツヤになります。矢吹さんは黒糖作り8年目。今は棟梁の見習い中です。歯にくっつく感触で出来上がりを見極めるそうです。カラメルソースを作る時に、あれは焦がしますけど、そうなる手前を見極めるそうです。思い切ってかき混ぜ、空気を入れながら冷やします。上まで上げて。お、上がる、大丈夫。うまい。わ、気持ちいいこれ。わあ、冷えて固まれば完成。1日16回、800キロもの黒糖を作っています。出来たての、いただきます。美味しい。食べ終わった後もずっと黒糖の味が口の中にふわーって残ってる感じ。皆さん黒糖はもう毎日食べるんですか？毎日食べます。あ、食べますか？コーヒーと一緒に。あー、美味しそう。昔ながらの製法で作る黒糖は島の人にも大人気なんだそうです。1キロ。いや、これがでもね、料理じゃなくてそのまま食べたいですね。うん、すごく美味しいし、いやー、幸せ。今日の宿へ向かいます。すごい、なんかいろんな種類の植物が植わってるの。こんにちは。すいません、今日お世話になります。上村です。ここを作った島出身の建築家、内野さんです。すごい、なんか植物園みたいになってるんですか？宿が植物園の中に泊まれるっていうコンセプトで。なるほど、なるほど。この宿は植物博士だった方の古民家を改装したそうです。
何種類くらいあるんですか？植物。看板がついてるやつが全部で174種類あって。すごい。いやでもここ本当になんか観葉植物屋さん。モンステラってこんな風になるんだって鉢植えにして育ててるやつですよ。庭は南の島を詰め込んだ植物園のようです。それってこれなんかみょうがみたい。月桃？あ、月桃？もう沖縄のイメージですね。結構お茶にして飲まれる方が多いです。ありがとうございます。はい、失礼します。わあ、種子島の素材をすごい実は使ってるっていう。すごい素敵。キッチンがこれ種子島焼きの陶芸家さんにタイルを作ってもらって。宿の中も種子島を感じられるようにさまざまな工夫があるそうです。かわいい。なんておしゃれなんでしょう。かわいい。わあ、いいですね。種ばさみの職人さん。鉄砲伝来で、その後鉄砲が廃止になって、それで刃物とか作る鍛冶屋さんが残ってらっしゃって、その方にお願いして。種子島で建築する時ってやっぱどうしても本土から全部材料とか持ってくることになるんですけど、それでやっぱすごい高いって建築の価格が高いって言われるから、それだったらなんか島のもので作れると面白いかなと思って。どの部屋からも庭を見渡すことができてのんびりできます。まだまだ島を満喫。驚きの伝統漁。またなんかいろんな植物月桃だったと思う。昨日覚えたから。上村愛子種子島の旅。あ、こんにちは。はじめまして、上村と言います。今こちらは何をされてるんですか？安納芋の土落とし。あ、土落とし。出荷の前の。安納芋の最盛期。このたわしもダスキンのたわしでないと出てた。ダメなんですね。柔らかさが決まってる。他の安いたわしじゃ絶対落ちない。温暖な種子島では小屋で1ヶ月以上寝かせ、でんぷんが糖に変わるのを待って出荷するそうです。種子島30年に一遍ぐらいしか雪が降らないです。あ、降るんですか？私は雪を毎年見てますけど、ロケットの発射はまだ一回も見たことがない。ですか？そう。見えるんですよ。どこ？そこから？外から。いいね。お、上がったってみんな見てる。わあ、雪降ってきたみたいなのと一緒ですね、本当に。道具にこだわる延時さん。サイズ分けも。ピピってなりましたら、これ取ると。あ、そういうこと？お、そういうことか。ご自慢のハイテクマシーンです。L。はい。これ L じゃない？ はい。これ 2L？ はい、来た。よし。芋のサイズがなんだかわかるようになりました。これを買って焼き芋さんに持ってくるんです。焼いてもなんか焼き芋屋さんに行ったら焼き芋が売ってるんじゃなくてお芋に焼き行っていくの？芋さんには焼き芋売ってないです。売ってないんですか？頼まれたやつを焼くと。すごい、この文化初ですよ。よいしょ、本当だ。芋焼きます。1キロ150円。種子島では持ち込まれた芋を焼くのが焼き芋屋。お芋を持ってきたんですけど焼いていただけるんですか？わあ、いい匂い。あ、そうですか。はい。もう私なんか全然匂いないの。このお店はもともとはパン屋でしたが、オーブンで芋を焼き始めると大人気に。こんな芋をほらもらうんですよ。ね、これちっちゃい。そしたらもう次々とね、その芋を持ってくるんですよ。あ、お客さんが来た。あ、本当だ。いい、ありがとうね。はい、ほらここへとって。バイバイ。じゃあね。こんにちは。2時間後、
すいません、はい先ほどお願いした上村です。はいはいこれ？はい、これです。あ、すごーい。蜜も出てきてる。うわー、綺麗な色。焼き芋ってこんなに中もねしっとり焼けるんですね。美味しい。なんかとろーっとしてて、でも皆さんね、美味しいって喜ばれるから、お父さんもやりがいありますね。持ってこられるから、でも私はできるだけやろうと思ってやってます。すごい素敵。冬にだけやる漁があると聞き、南種町へ向かいます。こんにちは。こんにちは。こんにちは、上村愛子と言います。なんかすごく珍しいっていうことを聞いたんですけど。漁はこの網で、するんですけども、網を開いて、古くから島に伝わる組み立て式の網。江戸時代前期から続くという伝統の漁。なんとこれで飛んでくるカモを捕まえます。スーッときたら、僕は新人ですけど、2年間は取れなかったです。3年目にようやくですね。普通はもう最初から取らんと。難しい。冬になると毎年シベリアからおよそ2000羽のカモがやってきます。こちらです。はい、ありがとうございます。カモ漁6年目の石堂さんと森の中へ。今、向こう側に池があって。これが私の足場になります。すごい、木の上に登るみたい。そうなんです。木の上に組んだ足場で寝床に帰るカモを待ち伏せします。すごい。でも景色綺麗ですね。ですね。この上に登るのが楽しくてやってしまう。秘密基地みたいな。カモが池から飛び立つのは日が沈むまでのわずか15分間。真上に来るのを狙います。あ、来た。あ、本当だ。これ真上飛んでくるの絶対わかるんですか？音で。あ、カサカサって。まずは。あ、先輩？さすがです。先輩が取りました。あ、来てる。そして。うわっ！うわっ！うわっ！あ、取れた。取れました。わあ、飛んできた。そうですね。取れてますね。入る時がすごいインパクトなんですね。そうです。はい、びっくりしました。漁の後、皆さんが集まってカモを食べるというので。乾杯。お邪魔させてもらいます。焼肉とすき焼きにしていただきます。カモってすごい色が濃いですね。どうですか、味は。どうですか。いや、すごい美味しいですね。カモって全然癖がないんですね。そうですね。すごいしっかりしたお肉で。美味しい。僕最初の初日に1羽だけ取って、で久しぶり1ヶ月ぶりに2羽目を今日取ったんです。そうだったんですね。上村さんが女神様に見えました。漁も楽しいし、田舎へ暮らししとって何羽取ったとか、一度に5羽入れたとか、いろいろ自慢話もして、取らん人の話もするのも
いいですね。最先端の島で出会ったたくさんのごちそう、どれも美味しかったな。